私の名前はななみ。会社員をしている27歳です。旦那のケントと知り合ったきっかけは父からの紹介でした。いつまでも結婚できない私を見かねて、父がお見合いの話を持ってきてくれました。相手は知り合いの社長さんの息子です。私の父も社長をしているので、仕事のつながりで知り合った社長さんだそうです。うちの息子もまだ結婚していないので、なんだったらお見合いとかどうですか？と提案されたようでした。私はお金持ちの方に興味ないし、普通の生活ができればそれで十分だと思っていたので、最初は断ろうと思っていました。しかし父は、ななみの好きにしてもらって構わないけど、向こう側がしつこくてさ、俺のためだと思って言ってくれないか？そう言ってきました。父にも立場というものがあるだろうし、とりあえず会ってみるだけ会ってみようかな。最初はそれくらい軽い気持ちでした。社長の息子ともなれば、次期社長なんて呼ばれ方をしていて、わがままで性格も少し悪いんじゃないかと勝手な想像をしていました。しかし実際会ってみると、ケントは全くそんなことなく、父親の会社も継ぐ気がないようでした。セレブ志向も全くなくて、デートはいつもラーメン屋さんやファミレス。そういった庶民派で優しく穏やかなケントに惹かれていきました。そしてお付き合いをするようになってから2年後。よかったら僕と結婚してくれませんか？はい、喜んで。ケントからプロポーズされ、私たちは晴れて結婚することになりました。ケントの両親もとても優しい人たちで安心しました。義父は羽振りがよく、私の誕生日にはいつも大きな花束を送ってくれました。義母も私のことを可愛がってくれて、ななみちゃんがお嫁に来てくれて嬉しいわ、と喜んでくれました。そんな義両親を見て改めてケントと結婚してよかったなと思いました。結婚してからは2人でマンションを借りて住むことになりました。共働きなんだから家事無理しなくていいよ。ケントはそう言ってよく家事を手伝ってくれました。結婚生活が始まってもケントはずっと優しく私のことを第一に考えてくれています。毎日穏やかで幸せな日々でした。そんな日々もあることをきっかけに崩壊してしまうのでした。ある日、私が仕事から帰ると、ケントが深刻そうな表情をして誰かと電話をしていました。そして電話を切り終わると、深くため息をついていました。どうしたの？気になった私がそう聞くと、ケントはとても言いづらそうに、お父さんの会社が倒産したらしい。え？あまりに突然のことだったので、驚きを隠せませんでした。どうやら電話の相手は義父だったようで、会社が倒産したことを伝えられたみたいでした。私たちが知らなかっただけで、ずいぶん前から会社は赤字続きだったとか。借金も相当あるみたい。え、そうなんだ。あと言いにくいんだけど、うちに引っ越してきたいみたいなんだよね。お母さんたちが？そう。その後、義両親は借金を返すために家を売ったようでした。そして住むところがなくなり、私たちのマンションに住まわせてほしいと言ってきました。わかった。え、いいの？だって仕方ないでしょ？困った時はお互い様だから。正直私たちのマンションは大きくもないし、義両親が住むとなれば狭いです。私としては同居ではなく、どこかアパートを借りてほしいと思っていたのですが、こんな状況ということもあり、言い出せませんでした。二人とも優しいし、一緒に住んでも問題はないだろうと考えていました。そして1週間後、義両親たちが私たちの家に引っ越してきました。
今思えばこの同居が間違いだったのです。義両親は会社が倒産してから別人のようになっていました。私たちの家に引っ越してくるなり、義母は、何この狭い家は。今までこんなところに住んでいたの？貧乏人じゃあるまいし、もっといい家に住みなさいよ。部屋を見渡しながらそんなことを言ってきました。狭くてすいません。お母さんたちの部屋はこっちです。私が義両親を部屋まで案内すると、ちょっと狭すぎよ。こんなところ無理。私たちにこんなところで寝ろっていうわけ？そう言って怒ってきました。そして私たちの寝室に勝手に入って、あなたたちの寝室の方がまだ広いじゃない。こっちの部屋にするわ。困りますよ。私の言葉も聞かず、義母は勝手に自分の荷物を寝室に移動し始めました。これにはさすがのケントも、ちょっと、住まわせてやるんだから文句言うなよ。と怒りました。しかし義母には逆効果でした。今まで誰が育ててあげたと思ってるの？義母はまくし立てるように次から次へと学費を出してやったとか、習い事をやらせてあげたなど、恩着せがましく言うのでした。結局寝室は義両親に取られてしまい、私たちはもともと義両親たちのために開けた部屋に布団を敷いて寝ることになりました。ななみ、ごめんな。こんなことになるなら同居するんじゃなかった。私は大丈夫だよ。義母のずうずうしさには少しびっくりしたけど、部屋くらいなら別にいいやと思ってあまり気に留めませんでした。しかし義両親は部屋の問題だけでは収まりませんでした。私の作る料理に対し毎回文句を言ってきたのです。何この料理は？もやし炒めですけど。もやしって貧乏人じゃあるまいし。私たちはこんなもの食べないから。もっとマシな料理作りなさいよ。すいません。まったく、どこのスーパーで買ってるのよ。近所の。これからはスーパーも食材も指定するから、そこで買ってちょうだい。それ以外は食べさせないで。義母から指定されたスーパーは高級なスーパーでした。これでは食費だけでも相当な額になってしまう。ただでさえ義両親が引っ越してきてからガスや電気代、水道代もいつもの倍以上になっていました。いくら私やケントが働いていると言っても、経済的に厳しくなってきました。このままではどうしようもないので、義両親たちにも節約を手伝ってほしいと、ケントに伝えてもらうことにしました。お母さんたちちょっと贅沢しすぎじゃない？家計結構厳しいみたいなんだけど。スーパーだっていつものところでいいでしょ？そう言うと義母は顔を真っ赤にして怒り出しました。いいわけないでしょ？こんなの贅沢じゃないわ。最低限のことよ。義父も義母をフォローするかのように、二人とも働いてるんだから、それくらい大したことじゃないだろう。そうよ。お金ないふりしないでちょうだい。だいたいね、今まで育ててやったんだから。と、また例のごとく恩着せがましく健太の昔話を二人で話し始めました。結局義両親たちは一切節約をしてくれず、私たちのお金で贅沢三昧を続けるのでした。贅沢は食事だけではありません。ななみさん、これ買い物リストだから週末に買ってきてね。義母から渡された買い物リストには、ブランド物のカバンやコート、ゴルフクラブや腕時計まで書いてありました。これ何ですか？何って、ただの買い物リストでしょ？これ、私たちに買ってこいって言うんですか？うちの経済状況わかってます？
別に全部一気に買えとは言ってないわよ。そういう問題じゃなくて、何を言っても話が通じないので、仕方なく私たちの貯金を切り崩し、毎週一つ買い物リストにあるものを買ってくるようにしました。またある日は、私エステに行きたいんだけど。あ、行ってらっしゃい。お金。え？お金よこしなさいよ。感謝もなければ申し訳なさもありません。当たり前かのようにお金をせびってくるのでした。ねえ、ケント、お母さんたちってこんな浪費するタイプだっけ？まあ、会社が調子よかった時はいろんなもの買ってたし、俺にもいろいろ買ってくれてたけど、ここまでじゃなかったと思うんだよな。会社が潰れてからちょっとおかしくない？俺もそう思ってた。潰れたこと友人とかには言ってないみたいだし、見栄を張りたいのかもな。義両親の余計なプライドのせいで生活が厳しくなるのは私たちの方でした。仕方なく私たちは水筒を持ち歩くようにしたり、お風呂も短時間で済ませたりと、なるべく節約を心がけました。でもそんなことをしても微々たるもので、あまり節約にはなっていませんでした。そんな私たちの頑張りも知らず義父は、そんな貧乏くさいことはやめなさい。恥ずかしいだろう。と言ってきました。あなたたちのせいですよ。と言ってやりたいのを必死にこらえ、私たちはこれで十分なんで、と苦笑いするしかありませんでした。生活費を増やすために私は仕事量を増やし、残業をするようになっていきました。そのせいで料理がおろそかになり、簡単にできるものばかり作っていました。すると義母はまた文句を言ってきて、何この質素なご飯は。すいません、時間がなくて。こんなまずいもの食べろっていうわけ？もしかして嫌がらせか何かなの？違いますよ。すると義父が、社長だったからわかるけどな。残業するやつはだいたい仕事ができないやつだ。と笑ってきました。これもあなたたちのせいです。と言ってやりたかったです。私はただすいませんと謝るだけでした。すると見かねたケントがかばってくれようとしましたが、また義両親に逆ギレされるのがめんどくさかったので、大丈夫だから、とケントに何も言わないように促しました。そんな生活が数ヶ月続いたある日、私が仕事から帰ると食卓のテーブルの上には大量のお寿司がずらっと並べてありました。ちょっとこれどうしたんですか？あら、お帰りなさい。最近質素な食事ばかりだったでしょ？たまにはおいしいもの食べようって思ってね。そうそう、だから出前を頼んだんだよ。今日は特上寿司で宴会するわよ。義両親はとても上機嫌でした。そんな二人を見て私はとても嫌な予感がしました。もしかして、一番気になることを単刀直入に聞いてみることにしました。お金はどうしたんですか？お金ならその引き出しに入ってたのを使ったわよ。もしかしてあなたのへそくりか何かだった？義母が指をさした先にある棚には、今月分の食費が入れてある財布がありました。嫌な予感は的中しました。それは今月分の食費だったんですけど。なんと、義両親たちは私たちが仕事に行っている間に家の中を漁り、お金を探していたようでした。私はさすがに腹が立ちました。今月の食費どうするんですか？義両親は嬉しそうに食事の準備をしていて、私の声は一切聞こえていないようでした。そこへケントも帰ってきて、この寿司はどうしたの？戸惑っているケントに私が事情を説明すると、唖然としていました。二人とも食べないつもり？早く座りなさいよ。
私たちも一応食卓には着いたけど、正直ご飯どころではありませんでした。今月の食費どうしよう。それしか頭にありません。ビールはないのか？義父が私に聞いてきました。冷蔵庫に発泡酒入ってませんでしたか？発泡酒だと？生ビール出せ。特上寿司まで頼んでおいて、まだ贅沢を言うかと思い呆れてしまいました。ビールなんてないですよ。なかったら買ってきなさい。発泡酒なんて飲めたもんじゃない。二人ともいい加減にしろよ。ついに我慢の限界でケントが怒鳴りました。私ももう限界でした。もう出て行ってください。そう言うと義両親は、出て行けだって？偉そうに。誰のおかげでここまで大きくなったと思ってるのよ。私たちの怒りが伝わったのか、義両親の声はだんだん小さくなっていきました。そのままブツブツと文句を言いながら自分たちの部屋に戻っていきました。今月の食費どうする？私のお父さんに相談してみるよ。ごめんな。うちの親のせいでお父さんに迷惑かけちゃって。まあ仕方ないよ。自分たちの生活のことは自分たちで何とかしたかったけど、さすがに今回はどうしようもできませんでした。私は父にすべてを話し、お金の面で少し援助してもらうことにしました。父は義両親の話を聞くと相当怒っていました。贅沢をしていたことや食費を勝手に使い込んだことにも当然怒っていましたが、一番怒っていたのは義父の会社のことでした。どうやら会社が潰れそうという話を聞いて、父は義父に金銭的な支援をしていたそうです。しかもつい最近までしていたそうです。会社はもうとっくに潰れているのに、そのことを知った父は怒り狂っていました。今からそっちへ行く。え、今から？そう言って父は電話を切ってしまいました。こんな時間に父が家に来て、義両親と揉めるなんて少し心配でした。大ごとにならなければいいけど。そして1時間後、父が私たちの住むアパートにやってきました。私は義両親のいる寝室のドアをノックしました。何の用？さっきのこと謝りにでも来たの？いや、お客さんが。は？こんな時間に客なんて来るわけないでしょ？それが来てるんです。何時だと思ってるんだ。そんな非常識なやつは返せ。義父がそう怒鳴った時でした。私の父が寝室のドアを勝手に開けて、非常識なのはどっちだ？と怒鳴りました。義両親は一瞬何が起きているのか分かっていない様子でしたが、私の父の顔を見るなり、顔色が真っ青になりました。義父は勢いよく立ち上がり、頭を下げ出しました。すいません、俊明さんだとは知らずに、こんな時間にどうされました？どうしたもこうしたもないだろう。会社潰れたことなんで言わないんだ？すいません。義父はいきなり土下座をし始めました。こんなことになるなら最初から嘘つかなければいいのに。私は心の中でそう思いました。会社潰れてるのにもかかわらず、俺から金もらっていたようだな。いや、それは俺が寄付してあげたお金は一体何に使ったんだ？義父はとても言いづらそうにしていました。はっきり言ったらどうだ？借金の返済に使わせていただきました。私とケントは心底驚きました。借金はまだたくさんあると思っていたから助けてあげるつもりで同居することを許したのに。お父さん、どういうことだよそれ。お母さんは知ってたの？義母は下を向いたまま黙っていました。
じゃあ、うちに引っ越してきたのは俺たちのお金で贅沢するためなのか？いや、そういうつもりでは。呆れたわ。義両親は二人とも下を向いて何も喋りませんでした。お金は返してもらえるんだろうな。父が義父に向かってそう言うと、義父はいきなり泣き始めました。すいませんでした。許してください。と父に泣きつきました。義母も一緒になって泣きながら謝っていました。その光景に呆れた父は、もういいよ。お金も返さなくていいから。その代わり、この家から出て行きなさい。これ以上、うちの娘とケント君に迷惑かけるな。はい。声が小さいな。本当にわかったのか？はい。義両親は声を揃えて大きな声で返事をしました。その情けない姿に私は少し笑ってしまいました。父のおかげで次の日には義両親は家を出て行ってくれることに。父は私たちに、今月分の食費はとりあえず振り込んでおいてあげるし、また困ったらいつでも連絡してきていいからな。そう言ってくれました。私の父は本当に頼りになるなと改めて思いました。義両親は自分たちでボロアパートを借りて、今は贅沢もしないで質素に暮らしているようでした。義両親たちが出て行ってからしばらくすると、ケントにお金を振り込んでほしいと何度か連絡が来ていました。どうやら義父は私の父だけでなく、他の人からも寄付をもらっていたようです。会社が潰れていたことがバレたせいで、いろんな人からお金を返せと言われて、大変なことになっているようでした。中には訴えてやると言ってる人も何人かいるのだとか。そんなの嘘をついていたんだから自業自得ですよね。何度もしつこくお金を要求してくる義父に嫌気がさしたケントは、義両親の連絡先を一切消したそうです。それからというもの、私たちには平穏な日々が戻ってきました。数ヶ月後には私が妊娠していることが判明し、ケントと抱き合って喜びました。今後は生まれてくるこの子と3人で幸せな家庭を築いていきたいと思います。